え、徹？あんた、細川徹じゃない？豪華なシャンデリアが吊るされた広いラウンジの片隅。友人との待ち合わせで有名なホテルを訪れた俺は、記憶の片隅にある声に呼び止められた。さやか、久しぶり。嘘でしょ？本当に徹？ありえないんだけど。なんであんたなんかがここにいるわけ？こんな高級ホテルに用事なんてないよね。相変わらずの高い声に嫌みったらしい喋り方。今日は嬉しい日だっていうのに気分を悪くさせないでほしい。友達と待ち合わせしてるんだよ。いいだろ別に。あっそう。私はね、これから婚約者と会うの。なんか恩師の人に私を紹介したいとか言ってて、まあ美人な私を自慢したいんじゃない？へえ、そう。何よ、婚約者がいるって聞いておめでとうの一言もないわけ？これだから医学部の受験目前にして逃げ出すような男はダメよね。さやかの大声に反応し、周囲の人が視線を送ってくる。これだから常識のない女はダメよねって言い返してやりたい。ただ、俺が医学部の受験を辞退したということは事実だ。いろんなことから逃げようとしていたのも。あれは、俺、細川徹が高校3年生の頃、もう10年以上前のことだ。俺と宮内さやかは、その頃一緒のグループで遊ぶ仲だった。と言っても、月に数回ほど。俺の友達とさやかの友達が付き合うことになったから、カラオケやゲーセンはみんなも一緒にという、まあよくあるやつだ。さやかたちは近くの女子校の生徒で、俺たちは寂しい男子校の生徒。なんでも可愛い子が多いと評判の女子校だったらしい。俺は興味がなくて知らなかったけど。ただただみんなで遊ぶ健全な関係だったが、進路の話をしたあたりから、さやかの態度が一変した。俺が医者を目指していると聞いた途端、しつこく志望校を知りたがり、お医者さんを目指しているなんて徹くんは優しい人なんだね、と褒めるようになったのだ。お医者さんなんて尊敬する。人の命を救うなんて素晴らしい。そんなことを笑顔で言うさやかに、俺は惹かれてしまった。だから、告白された時も素直に嬉しかったんだ。本当に優しくていい子なんだと思っていた。あの時までは。1月半ば、もうすぐ受験本番という頃、金曜日の放課後、少し遠くにある大きな本屋に出かけた俺は、帰りのバスで事故に遭った。橋に差し掛かろうとしたところを、後ろから来たトラックが追突。バスは古い欄干を壊しながら、数メートル下の地面に落下した。幸いだったのは、この事故で命を落とした人がいなかったこと。けれど、俺は右腕を骨折。肋骨にひび。頭蓋骨内の出血で2日間の意識不明と結構悲惨な状態だった。救急車の音が聞こえるまではなんとか頑張っていたんだけど、その後の記憶は病院のベッドで目が覚めるまで途切れている。普段明るい母さんのあんなに憔悴しきった顔を見たのは初めてだった。その日の夜には俺の意識が戻ったと聞いて、担任と校長先生が駆けつけてくれた。少しだけならと通してくれた看護師さんは、男泣きする担任の姿にもらい泣きしていた。校長先生は普段通りの温厚な笑顔を浮かべていた。事故のことはみんなに言わないようにお願いした。同級生たちもみんな受験や
就職試験前の大切な時期。来週には試験ってやつもいる。俺のことで動揺させるのは嫌だった。先生たちも親も理解してくれて、親戚関係の事情でしばらく遠方にいることにしようと決めた。もうすぐ家庭学習期間に入るから、どうせ顔を合わせることもない。みんな俺がいないことなんてすぐに気にならなくなるだろう。帰り際に、まずは体を治して、その後のことはまたゆっくり考えようと励まされた。そこで俺は初めて自覚した。俺、受験することもできないんだなって。それから1週間、何度も熱が出たり、ひどい痛みにうなされたり、右手が自由にならないイライラで大声を上げたくなったり、食事も喉を通らなくて、あっという間に5キロ痩せた。日中は母さんや父さんがいてくれたからマシだったけど、夜に個室の中で一人になるとやばかった。さやかには他のみんなと同じように親戚の手伝いで遠方にいると伝えてあった。何度かメッセージのやり取りはしていたけど、いつも受験は大丈夫なのかとすごく心配してくれていた。だから申し訳なくて、つい受験は辞退することにしたと送ってしまった。受験が近づくにつれ、お互い忙しくなりあまり会えていなかったけど、長電話をねだったり、会いたいとわがままを言ったりもしないさやか。でもその時はすぐに音声通話がかかってきた。個室とはいえ、時間は深夜に近くためらう俺。通話はできないと送ると、今度は鬼のようにメッセージが入り出した。受験自体って何？模試では合格間違いなしとか言ってなかった？嘘だったわけ？医学部志望とか見え張ってたの？最低。落ちるの恥ずかしいから逃げるとか卑怯者。医者になるって言うから付き合ってやってたのにもう価値ないわ。ああ、時間無駄にした。そんな男いらんし別れるから。次々と送られてくる罵倒のメッセージ。これが本性なのかとがっかりしたのを覚えている。多分、さやかは医学部に入り、将来は医者になる。そんな俺と付き合っていたかっただけだ。俺は事故のことを伝えようとしていた文章を不慣れな左手で消去し、わかったとだけ送り返してスマホを放り投げた。そして今の俺は32歳。目の前にいるさやかも同じ年なはずだが、改めて見ると随分派手というか若作りだ。なんかこうふわふわと重なったアイドルみたいなスカートに明るいピンクのジャケット。似合っていないわけじゃないけどしっくりこない。そんな感じだ。なによもう。相変わらずぼーっとしてるのね。あ、まあいいわ。せっかくだから私の婚約者を紹介してあげる。すごいのよ。あんたと違ってお医者様でね。私たちより5歳も年下なの。ダーリン、こっちよ。俺の背後に向かって大きく手を振りながら叫ぶさやか。ダーリンって、こんな人の多いところで、その呼び方はダーリンがかわいそうだろう、ダーリンが。しかも、あまりの騒々しさに、とうとうホテルのスタッフさんが出動した。さやかの横に駆け寄るなり、頭をペコペコ下げて謝る婚約者くん。しかし、さやかの方はお構いなしで、何よ、私はお医者様の妻になる女よ。と、偉そうだ。婚約者くんが謝り倒したことで、どうにかスタッフさんは帰ってくれた。が、またすぐにさやかの大声が響く。まだ婚約者くんは頭下げたままだっていうのに。
コウタの恩師さんに会う前に、頭が弱い無能を紹介するわ。昔、ほんの少しだけ付き合ってあげてた男。コウタとは違って、医大受験の直前に逃げ出した男よ。細川徹っていうの。徹、彼は長島コウタさん。素敵なお医者様で、私の婚約者よ。さやかさんどうして、コウタって紹介するって、俺とさやかの婚約者、コウタは顔を見合わせた。そしていろいろと察する。なるほど。さやかさんってもしかしてあの時の。それよりなんだよお前。紹介したい人って彼女かと思ったらいきなり婚約者かよ。いや、それには事情が。と同じタイミングでため息をつく俺たち。さやかはきょとんとした顔で俺たちを見比べていた。何なのよ。二人って知り合いなの？でも、お医者様のコウタが底辺男のトールと知り合いなわけないわよね。ねえ、コウタ、どういうこと？婚約者の私に秘密なんて許さないわよ。説明して。どういうことって、もういい。君との婚約は解消ってことで。何よ突然。俺が紹介したかった恩師っていうのは彼、細川徹さんのこと。俺は徹さんのおかげで今こうして医者になれた。彼は恩師で、友人で、命の恩人なんだ。何よそれ、恩師って、普通学校の先生とかでしょ？っていうか、婚約解消って何よ、許さないから。さやかの剣幕に、コウタがまたため息をつく。ホテルスタッフたちも、離れたところから様子を伺っているようだ。婚約って言っても、君とお母さんが勝手に盛り上がってるだけだろ？いや、それでも、俺もちゃんと考えようと思ったから、今日徹さんに会ってもらうことにしたんだ。信頼してる徹さんなら、率直な意見を聞かせてくれると思ったから。意見って、どうせ今日も結婚の話ばかりするだろう、君のことを、徹さんから見てどう思うかって。コウタの言葉を聞いて、さやかが勢いよく俺を見る。なんだかフォローでも期待してそうな顔だけど、もう俺の意見なんて決まってるだろう。まあ昔のことは別にしても、さっきの態度を見ただけで自信持って言えるよ。こんな人と結婚するなんてやめといた方がいいって。だよね。俺もそう思う。だから婚約は解消というか、別れてください。何よ。徹ったら、こんないい女と結婚できるコウタが羨ましいんでしょ。なんて卑怯なの？私たちの幸せを奪うつもりね。いや、私はお医者様の妻になるのよなんて、偉そうにする女普通に嫌だろう。さやかはぐっと言葉を詰まらせる。大方恩師に紹介されるなら、結婚も確実とか、安心して本性が出ちゃったんだろうけど、横にいたコウタも、やたら結婚をせかされておかしいなとは思ってたけど、ここまでひどい性格だとは思わなかった、とうなだれている。なんでこんな低能男の意見を聞くのよ。私とコウタの問題でしょ。怒るさやかに、コウタは少しずつ説明を始めた。俺、中学の頃に事故に遭ったって話したよね。わけがわからないまま身動きが取れなくなって、あちこち痛くて怖くて震えてたって。バスの事故？それが何？さっき、命の恩人でもあるって言ったろ？その時に手を握って励まし続けてくれたのが徹さん。自分も骨折していたのに、
パニックを起こしかけた俺を必死で落ち着かせてくれたんだ。それって、まさか、トールもそのバスに乗ってたの？こっくりとうなずいたコウタは、当時のことを話し始めた。救急車のサイレンが聞こえるまでの時間が永遠にも思えるほど長かった。けれどその間、俺が必死に大丈夫だと言い続けたことで救われたと。俺が個室から大部屋に移動して隣のベッドになって嬉しかったこと。そのうち一緒に勉強するようになって退院後も家庭教師として友人として仲良くしていたこと。俺を追いかけて同じ医学部を目指し猛勉強したこと。だからさ、トールさんの意見を聞くまでもなく、俺は君とは結婚しないし、これ以上付き合いたくない。ちょっと待って。追いかけて同じ医学部？そうだよ。トールさんも同じ医学部を出て医師になっている。だからさっきから君の言ってることがわからないんだ。低能とか無能とか。受験だって逃げたとかじゃなく、事故で受けられなくなっただけなのに。ああ、それは俺が言ってなかったから。あ、そうか。あの時腐りかけてた俺は、コウタに出会って、もう一度頑張ろうと決意した。リハビリをしっかり受けながら勉強し直して、また翌年受験することに決めたんだ。おかげで、元の志望校よりランクの高い大学に合格することができた。待ってよ、トール。そんな、なんで言ってくれなかったの？事故のことを黙ってたのはごめん。でも、そんなことどうでもいいのよ。コウタと同じってことは、東大の医学部？なんでその時連絡くれないのよ。それが分かってればまた付き合ってあげたのに。いや、今からでもいいわ。どこの病院に勤めてるの？年収は？車は？コウタより年上なんだから、給料もいいはずよね。俺とコウタはまた顔を見合わせた。どうしたって救いようがないな、この人は。コウタはその場でレストランの予約をキャンセルした。これから行く予定だったこのホテルの30階にある高級レストラン。ちょうど席が空くのを待っているお客さんがいるからと、キャンセル料も取らず了承してくれたそうだ。ただ一人納得がいかないのはさやかで、ディナーは、結婚は、とまだ騒いでいる。しまいには、振り回していたバッグを勢い余って吹っ飛ばし、ラウンジに飾ってあった大きな花瓶に命中させてしまった。警備スタッフがさやかを取り押さえる中、一部始終を見ていた別のスタッフが、俺たちに帰るよう促してくれた。すごくいいホテルだ。今後何かあった時には、絶対に使わせてもらおう。うまい。ごめんね、トールさん。高級ホテルのディナーをご馳走するはずが、こんなことになっちゃって。はい、ビールも。何言ってんだよ。これだってご馳走だよ。よし、乾杯。乾杯。ホテルからしばらく歩いた公園のベンチで、俺とコウタはコンビニの肉まんをかじっていた。どこかで飲もうと言いながら歩いているうちに、コンビニの明かりに引き寄せられたってわけだ。肉まんに缶ビールにおでん、おにぎりも唐揚げもある。これをごちそうと言わずして何と言おう。入院中も地下の売店にこっそり行っては怒られたっけな。そうそう。俺が足の骨折で車椅子だったから、トール兄ちゃんが押してくれてね。袋を開けるのとかはコウタがやってくれたよな。昔話に花が咲く。久しぶりにこんな時間を作れたことだけは、少しだけさやかに感謝してもいいかな。
しかしすごい偶然もあったもんだよな。あのさやかとこうたが婚約とは。だから、婚約はあっちが勝手に進めてただけ。プロポーズもしてないし、だいたい付き合ってから1月経ってないよ。それだって無理やりみたいなもんだし。さやかさんがトール兄ちゃんを振った元カノだって知ってたら絶対に付き合わなかったよ。まあそうだろうな。お互い大人になってからだけど、こうたにもさやかのことは話してあった。どうせならフルネームをしっかり教えておくんだったと今では思う。それから俺たちはお互いの仕事やコウタの所属するフットサルチームの話なんかをした。話は尽きず、あっという間に時間が過ぎていった。食後の缶コーヒーをすすっていると、コウタが不意につぶやく。俺さ、あの時のことを未だに夢に見るよ。暗くて寒くて、どこまでも落ちていきそうになる。でも、いつもトール兄ちゃんの手が引き戻してくれるんだ。俺は、あんな風に患者さんの手を取って支えてあげられる存在になりたい。医者になれたのも、勉強を教えてくれたトール兄ちゃんのおかげだ。いつもそう思ってる。コウタはそう言ってくれるけど、あの時すべてから逃げようとしていた俺を現実に引き戻してくれたのはコウタの方だ。受験がダメになって、利き腕は思い通りに動かなくて彼女には振られて、あの時俺は絶望というものは初めて知ったんだと思う。いっそあのまま目が覚めなければよかったのに、なんて思う夜もあった。そんな俺が隣のベッドに移動すると、右足を固定されていたコウタは目をキラキラさせて喜んだ。あの時のお兄ちゃんだ。ありがとう。ずっと声をかけてくれてありがとうって。いくらみんなにお願いしても、ベッドから動けず、俺のところに来られなかったけど、救急車の到着と同時に意識を失った俺のことをずっと心配していたらしい。コウタは人懐っこい性格で、人見知りな俺でもすぐに打ち解けることができた。俺、もうサッカーできないかもしれないんだ。サッカー選手になるの夢だったのに。そう言って泣くかと思ったコウタは、次の瞬間。でもいいんだ。医者になるのも夢だから。と笑う。夢が2つもあるのかよ。と突っ込んだ俺にコウタは続けた。夢は1つだけなんて誰が決めたのさ。医者になった後、足が治ったらまたサッカー選手目指してもいいし、医者になるの難しいだろうけど、受かるまで何回でも試験受けてやる。ところで、トール兄ちゃんって頭いい？学校のプリントらしきものを見せながら、にやりと笑うコウタ。そこから俺も医学部志望だって話をして、すげーって言われて、すんなりと来年受験し直そうって決めることができたんだ。イライラはいつの間にかなくなって、何でもうまそうに食べるコウタを見ているうちに、食欲も戻った。コウタにせがまれて、一緒に勉強するのが楽しかった。俺が今こうしていられるのは、お前のおかげだよ。トール兄ちゃんなんか言った？いや、今度は一緒に婚活でもするかって。それは、俺ばっかりモテたら悪いし。いたずらっ子のようににやりと笑うコウタ。この笑い方はあの頃と変わっていない。コウタはいつまでも可愛くて、だけど少し生意気な俺の親友だ。